家なしです。ファイナルファンタジー14ベルリンファンフェスの基調講演と PLL のまとめ動画です。早速参りましょう。家なしララチャンネル基調講演、新ティザームービー放送、コスプレヨシピー登場、Welcome to the Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in Berlin. My name is 直木吉田、So heavy. ははは。ここからは日本語でお伝えします。マイケル・クリストファー・コージ・フォークス。もっと筋トレすればよかった。欧州ファンフェス。幕開けは僕の基調講演からスタート。14担当した時37歳だったんですけどね、もう53歳。この格好の中身については後ほど。アナハイム基調講演では神なき世界編がさらに加速していくこと、14が次のステージに向けて進化していくことをお知らせしました。エバーコールドの新要素 8.0 の先についてもお知らせする。冒険の舞台が共造世界の一つである第4世界へと移る。そこは氷の力に侵食され全てが凍りつき人々が空へと逃げ出した世界。つまり人々は大地で生きることをやめ巨大飛空艇を作ってその生存域を空に移した。世界は巨大飛空艇の上に存在してます。世界を飛空する船を大陸船と呼んでる。その総称は5隻の生存領域フィムヒムナル。水の大陸船ナグルファル。火の大陸船フリングホルニー。今回新たに登場したキャラいましたね。彼ね、シールド回してたんですよね。俺もやりたかったんだけど筋力が足りませんでした。明らかに新しいジョブですかね。そして新たなキャラも多く登場します。その名もヴィスナ。この世界を覆う様々な脅威そして謎に光の戦士は探求者として世界を渡り真実を探し求める。今回お話しできるストーリーはここまで。メインクエパート2でお確かめください。パッチ 7.56 9月4日公開予定。まずはこちら。今回基調講演でご紹介するのは新タンクジョブ。先に動画をご覧いただこうかなと。新たなタンクジョブ、その名もバスティオンと言います。イメージイラストですがなかなかごつい。装備はファンタジー要素が強いものからメカニカルなものまで幅広くなるつもり。ジョブの詳細、ロールはメインタンク、エボルブモードのみ。武器は魔鋼と呼ばれる攻防一体のものを使う。初期レベルはレベル90。ジョブクエストの開始はリムサロミンサから。これ持ってると絵にならないね。続いてバトルのイメージいきましょう。まずロアです。原初世界、北洋に伝わる古武術。魔鋼と呼ばれる武装を使う。変形機構で近接と遠隔攻撃を切り替えられる。今やってみせようと思ったけど無理っぽいから後でトレーラーもう一回見てください。パーティーメンバーをあらかじめ指定しておくことで自分がアクション実行した時に防御バフや回復効果を与えられる。というわけで新たなタンクジョブバスティオンの紹介でした。アイゴット。2つ目の新ジョブは日本でお伝えします。第4世界の開発の進捗をお伝えするためにも冒険の舞台をいろいろ見ていこうと思う。まずは水の大陸船ナグルファル。動画でご覧いただく。今ご覧いただいたフィールド、あれが超巨大な飛空艇の上にあるということ。実際船の外側はどんな風に動いているのか。今までとは違った天候とか環境状況にもチャレンジしているのでその見栄えにも注目ください。船体の中央にある巨大なクリスタル、あれをアーククリスタルと呼びます。どんな役割で各船に設置されているのか、ストーリー上どんな役割を果たしているのか想像を膨らませてもらえれば。水の大陸船と呼ばれるだけあって水が豊富。続いてはプレイヤータウン、ナグルファルのプレイヤータウンファルガルズ。イメージイラスト、こちらは前回の北米でも紹介したイラスト。動画をご用意しました。1個注意点、こちらの動画に流れる音楽も新曲ですがタウンの曲ではない。タウンの制作がスケジュール的に先なのでもともとオールドシャーレアンのを当てて届ける予定だった。すごいよくできてたからオールドシャーレアンのイメージつけたくないなって話をしていたところ、ソケンがですね、ひとまず新しい曲を作ってくれた。ははは、ソケンちゃんと言っといたからね。てれてれてって。上空見るとバリアに囲まれたやつなんかも見えます。こちらは大型飛空艇の発着。こちらはマーケットの様子。様々な出会いや冒険が待ってます。他のエリアも見ていきます。火の大陸船フリングホルニー。こう見えても飛空艇なんです。ウォークスルーでお楽しみください。新曲なのかどうかご注目ください。火とか溶けた鉄というものが多く見受けられたと思う。こちらの空、ファルガルズの空とはまたちょっと違うような。巨大飛空艇とはいえ飛空艇の上にフィールドが存在するっていうと今までより小さくなると心配する人もいるかもだが、いつもと同じかちょっと上ぐらいなのでご心配なく。今回紹介するフィールドの紹介はここまでだが、他の船の様子もアートワークで少しだけ。なんかね、デザインも形状もかなり異なってますが、これらの飛空艇の上で皆さんの冒険がどうなっていくのかお待ちください。システム面のアップデートの情報、これまで固定化されてたストーリー展開だったが、エリアの攻略順番に変化をつける試みを。これまでは拡張の新しい物語が始まると序盤の一部だけストーリーが分岐するとかあったが、特定のエリア攻略以降どのエリアを攻略していくかあなた自身が決めていく形になっている。例えばエリア A 共通で攻略します。その後の B、C、D というのは物語を進める上でちゃんと冒険しないといけないんですが、 C からとか D からとかは皆さんが決めてください。レベリングについてもサポートするシステムを開発中。新たなバランスアジャスト 8.0 の特定エリアにあるインスタンスダンジョンとフィールドでは進める順番によってジョ
ョブレベルがバラバラだけど、モンスターのレベルやらが自動的に調整されるようになっている。実際にプレイしてみないとわからないと思うので、なんかいい感じになると思ってください。いずれにせよ、皆さんの冒険がより自由になるようシステム側もアップデートしているというお知らせでした。今は特定のフィールドや ID のみで動作しているが、この仕組みを使った新たなコンテンツも開発予定。基調講演が終わったら2、3キロ痩せてるんじゃないか。すいません。続いてはゲームデザインの拡張について、リボーンとエボルブという2つのジョブモードが生まれますが、ジョブ数多いのでエバーコールドリリース前に各ジョブの詳細を徹底的にお伝えする放送をやる4時間ぐらいの生放送。アニメーションというものが新たな報酬のカテゴリーに加わる。これによって皆さんのキャラをより個性的にしていく。詳細説明する。キャラクターアクションとはキャラクターのポーズとか普段テレポしてるアニメーションとかそういうのを指してる。普段から使ってるこういうエモートもキャラクターアクション。エバーコールドはキャラクタージェネラルアクションとジョブアクション。これらの一部を好みのアニメーションに変更可能に。例えばテレポのアニメーションは1種類だった。聖なる感じのアニメーションと苦しみもがいてる感じのアニメーションが放送。自分はちょっとライトサイドっぽくしたいとか、それらを手に入れて切り替える。またジョブごとに特徴的な一部のアクションをプレイヤーの好みに合わせてカスタマイズできる。 2.0 から遊んでる方どれぐらいいます？すごいたくさんいる。ありがとうございます。度重なるジョブのアップデートをしてきたことで、特定の気に入ってたジョブのアクションがなくなってしまったとかあると思う。そういったものを今回復活させて特定のアクションに設定できるようになったらいいなと思う。ちなみにアニメーションを交換しても DPS は増えないので安心してください。ははは。気分は上がるかもしれないからね。ははは。リリーススケジュール 8.0 ではジェネラルアクションスキン、ジョブアクションスキンは 8.1 から変更できるアクションの種類は少ない状態から始まると思うんですが、パッチによって種類を増やすのでアップデートで増えていくアニメーションにもご期待ください。キャラクターカスタマイズ関連もアップデートを行う話をしました。まずここに表示されている内容については 8.0 と同時にリリース。これ以外にも 8.1 以降もカスタマイズの幅を広げていく予定。それが何かと申しますと、ララフェル、ビエラ、鼻がちょっと黒いやん。あとミコッテって戦化粧。これらをオンにしたりオフにしたり、種族固有のカスタマイズも幅を広げようと思う。もちろん世界観とか世界設定に基づくのでデフォルトはオンですが、プレイヤーに表示するしないはお任せしようかなと。アウラ、角のパターンがこれら以外にも増やしていくが、先行公開ができるのはここまでです。 7.0 は多数の変更があって不具合も多くてご迷惑をおかけしていたグラフィックアップデートですが、やらせてもらったことで自由度を拡大できた。この場を借りてお礼申し上げます。新生エオルゼア世界設定、種族設定というのに僕がこだわってきた部分ではあるが、それを続けていくのか僕が決めるのではなく、プレイヤーである皆さんに判断を委ねて、その代わり選択肢を増やす方向に進化していこうと思う。コンテンツの進化、まずはパブリックフィールドの体験向上、企画が進行中。フィールド探索型コンテンツとしていろんな経験をしてきたが、いわゆる通常のフィールドで新しい大規模攻略をしていくっていうのを進めていく。今のところ開発名称はワールドレイドになってますが、変わる可能性が高いので参考までに。続いてはクエストの体験向上ということで、エバーコールドのリリースが間に合うか非常に難しい大規模なことをやってます。クエストの目的地に対してのオート移動です。目的地を探すってのも探索の一環としてあえて自動化を避けていったが、スマートデバイスの進化とかタイムパフォーマンスを重視する現代の生活サイクルに踏まえて、より皆さんのプレイがはかどるのであれば用意した方が良いと思った。これらのサポート機能を使う使わないは選択可能。皆さんの考え、こだわりに合わせて使っていただければ、開発目標のサンプルがあるのでご覧いただこうかなと。移動できたりガイドが出たり、システムの開発自体は早いんだけど、移動ルートの確率に膨大なデータ処理が必要。8.x のどこかで実装予定ですが、新しい快適性にも取り組んでいるというお知らせでした。続いてバトルコンテンツの進化、アライアンスレイドのプレイスタイルの変化については日本のファンフェスで詳細をお知らせ予定ですので、今日は8人レイドの難易度3段階になる部分について詳細お知らせ。パッチ 7.x シリーズはノーマルと霊式、全プレイヤーのクリア率というのがノーマル 85%、霊式が 14% から 20%、ノーマルから霊式までの難易度差が激しくて練習もしにくい。霊式の報酬っていうのが装備を取るか取らないかの2択の選択肢しかないので、やる人とやらない人に分かれちゃってる。今回からこの間に新しい難易度を作る。難易度は極と同等かもう少し優しめ。報酬はどうなるんだよっていう疑問あると思う。霊式はレイドギアがもらえます。これは霊式をクリアすると直接ゲットできるので、霊式を楽しんでる人はあんまりイメージ変わりません。そして新たなカテゴリーとしてシーズンギアという概念が生まれる。レイドギアの強さに少しずつ近づけていく。最初から霊式やってる人は最初から霊式やってもらえれば良い。ただそうでない人はシーズンギアを成長させて最終的には霊式にチャレンジしてもらいたい。実際にプレイしてもらうまで感覚分かりづらいと思うが、エバーコールドリリース前の PLL とかで説明する。結局エバーコールドのレイドのテーマ何なの？もうちょっと待って今日話すから。続いてマッチングシステムの進化。マッチング範囲の拡大によって最適なパーティーを探すのが大変になると思うので、リリースと同時に目的のパーティーが探しやすくなるように検索機能の強化も開発を進めている。リリースのスケジュールですが、まずは10月12日に24時間メンテをして日本でテストを行う。問題なければ他のエリアにも開放していく。テストの結果はぜひフィードバックして、追加のアートワークとスクリーンショット。飛空艇の上とは思えない異物みたいな。さあ2枚目。フィールドに見えるけどダンジョンです。猛烈に襲ってきそう。3枚目。なんじゃこりゃ。
明らかにボスパート Maybe。 さらになんだこの竜巻の、落ちたら間違いなくバラバラになるでしょう。遺跡みたいですね。遠くには浮いてる島、さらに緑色のオブジェクトも見える。一転してこちらはダンジョンらしい。床の模様めっちゃ気にならない？絶対 AOE。 というわけでダンジョンの開発も順調に進んでる。アートワーク、何がどのジョブかわかると思います。下桜のモチーフも順調。ミラプリの進化もあっていろんな組み合わせ着られるようになってる。ボスの制作も進んでおります。第4世界脅威だらけでございます。ネタバレを好まない方がいると思うので見づらくしています。コンサポアップデートに関連してこちら、バディチョコボシステムの大幅進化、長らく光の戦士の冒険を支えてくれるチョコボたち、申請からこれまで明確なアップデートがなかった。 8.1 から何段階かに分けてチョコボに大幅なアップデートをかけていく。バディチョコボをコンサポとしてダンジョンに連れていける。これに育成パラメータ絡めちゃうと逆に使いづらくなっちゃうので、バランスはコンテンツごとに自動調整する。チョコボのロールも切り替えられるように、バディとして呼び出すためのシステムや育成システムも完全に作り直す。ただチョコボのランクマックスだよって方、育て直さなくて OK。 ランクはちゃんと引き継ぎます。パッチ 8.1 でダンジョンの対応、 8.2 で育成システムの差し替えを行う予定。続いてはアライアンスレイドの追加情報。中身のお話はできないんですが続報をお知らせ。予告編回の動画どうぞ。てて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 て。ちょっと何やってるの？動画出せるの？信じらんない。出せるようになったか合図欲しいんですけど、ファンフェスやってきたけどこんなでかい事故初めてじゃね？コージがジョークで人笑い起こし場をフォロー。これはさすがに怒っていいと思うんだ。いける？皆さんカイロスわかります？そう、何もなかった。さあ、それでは予告編動画をご覧いただこうと思います。てて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 て。エヴァンゲリオン初号機のデザインが異なりますね。まあ秘密。今回皆さんにお伝えしたいのはスペシャルゲストクリエイター参画のお知らせです。なんと偉大なアニメーター、デザイナー、新エヴァンゲリオン劇場版でも監督を務めた前田真宏さんがスペシャルアーティストデザイナーとして参画してくださってます。最近ではマッドマックスとかにも関わってます。ゴーストオブデザイアでは前田さんのデザインがどういう風に登場するのか、非常に多数のデザインを担当しているので、ぜひ引き続き楽しみにお待ちください。実用性乱舞いかがでしたか？配信含めて盛り上げていただきました。開発チーム、運営チーム、嬉しく思ってます。今後も盛り上がっていただけるようコンテンツ作るが、長らくお待たせしました8人レイドのテーマ、そのヒントとなるこのサウンドをお聞きいただければ、スタンスインテリス 8.0 で繰り広げられるのはセブンリメイクシリーズとのクロスオーバー。コンテンツ名はビヨンドザライフストリーム。セブンリメイクディレクターの浜口直樹さん、光の戦士の皆さんこんにちは。本当にこの場に立てて光栄に感じています。セブンリベレーションはリメイク3部作の完結作として来年春に発売予定です。開発チーム一同期待に応えられる作品になるようオンタイムで開発中ですので、もうしばらくお待ちください。当方の作品の魅力を感じ取れるファイナルファンタジーシリーズのフランチャイズ全体を感じていただきたい。せっかくなのでレイドの詳細もうちょっと。 8.01 から全3回のレイドシリーズ、ノーマル、新難易度、霊式の3つの難易度をお届け。シナリオ鳥山もともと14開発チーム、シナリオ監修野島和重、デザイン野村哲也、コアスタッフがしっかり関わっている。今キャラクターって単語が出ましたので、セブンのキャラが14にやってくるんじゃないかなと思う。皆さん誰が来てほしいですか？最初14のチームからこのキャラ出したいっていう提案ありました。今回一緒に世界観を話していく中でこのキャラも出したいっていうのがどんどん増えていってる。開発チームには苦労かけてるけど、両チームが強い熱量で話している。浜口さんもうちょっと言ってください。パッチ 7.56 についてももう一個お知らせがある。事前にお伝えした通り9月8日にリリースされる。ここではメインクエストパート2魔獣使いが実装される。ただしこのパッチ 7.56 期間中にもう一つ、これは14のゴールド操作の中に7のゴールド操作を持ってきたということなんですか？こちらで繰り広げられるコンテンツが新しいコンテンツ、キーバウンドブローラー。最大4人でマルチプレイに対応したタイピングゲーム。これ14のチーム発想がものすごく面白いですね。14のゴールド操作と7のゴールド操作を合わせるとタイピングゲーム。私の考えには出てこないですね。チャット苦手な人もいるじゃない。練習しようと。10月28日にオープンします。これはキーボードで遊ぶ第1弾。その第1弾が7になっている。タイピングして敵を攻撃する時のワードも7ばかりです。このコンテンツ、コラボレーションと親和性が高いので、第2弾、第3弾テーマを変えてお届けする。こういうシステムを作ったことでクイズバトルとかも作れるようになるので、キーボード使って遊ぶやつを今後も作っていこうと思う。他の会社様でもご興味あるところ連絡をお待ちしております。我々のチームに報酬の監修が多かったんですけど、これ用のやつだったんですね。もちろんリワードたくさん欲しいですよね。モデルの協力とか監修とかありがとうございました。報酬の目玉こちら。バレットとティファのコスチューム。バレットのガトリングなくなっちゃってます。ガトリング腕につけると普通の武器が触れなくなっちゃうんだよね。残念ですけどわかります。なのでファッションアクセサリーとしてご用意しました。やった、これだったらしっかりなりきれますね。ちゃんと撃てるようになってますね。ここまでの規模でファイナルファンタジーシリーズ間が連携して盛り上げていこうっていうのも初めての試みなので、ものすごく我々自身もエキサイトしてるので楽しみに待ってもらえれば。しかも2人とも名前が直樹なんですよね。スクエニ全体の開発をどう盛り上げていくか、タイトルを離れても一緒に仕事する機会がありました。浜口さんメッセージお願いします。ぜひご期待ください。スイッチ2版のアップデート8月4日リリース。各種パッケージ発売、フリトラ開始。リリースから約1ヶ月間は安定化期間としてサービス利用料金無料、コレクターズエディションの紹介。天野義隆先生に書き下ろししてもらったコレクターズエディ
ディションのボックスバージョン、光の戦士のリーパーの姿、こちらが物理アイテム群、特別なインゲームアイテムも付属してます。動画をご覧いただきましょう。北欧神話モチーフが多いということで、13からバルハラが登場。変形もします。次は日本ファンフェスに向けて頑張っていきます。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。PLL 第93回 PLL 始めます。吉田です。重かったんですっぴんというジョブを。リードバトルコンテンツデザイナーの中川です。魔獣使いについてたっぷりお届けします。すみません吉田さん、私からいいでしょうか。英語ペラペラ。日本語でプレイしてる方は気にしなくて大丈夫な話です。簡単に言うとファルガルズのスペルミスってた。プレイヤーの方から吉田らのハンドメイドもらった。しかもこれ手が麻雀牌持ってるやつに取り替えられる。トルコから運んでくれたので紹介した。ありがとうございます。魔獣使いすでに紹介した部分のおさらい。このまとめでも画面投影で済ませます。こっから大事なので覚えてください。左上の最後の一撃というアクションは今呼んでるペットに魔法攻撃を指示する。これを使うとエーテルバーストを使用して魔法攻撃を行ってから強制的に帰還する。右上の大技というアクションはペットにウェポンスキルを指示する。ペットの TP ゲージが100以上の時使用可能。左下の放つはペットにアビリティを指示。ペットのアビリティの効果はペットごとに異なる。最後の借りるは今呼び出してるペットからエーテルを借りて魔獣使い自身が特別なアクションを使う。最後の一撃、大技、放つはペット、借りるは魔獣使い自身が使う技ということ。借りれる技の内訳は8種類。例えば110項から借りられるビーストスキンは物理比ダメージを減らせる。クエリングウェーブは遠隔魔法単体攻撃。ソウルクラッシュは単体攻撃プラス詠唱中断。実機の方で説明。デバッグコマンドには驚かないでください。まず予備笛というアクションにペットを登録する。最大で3つまで予備笛アクションを習得か。非戦闘状態ならリキャストタイマーはなし。魔獣使いが敵を攻撃するとペットもオートアタック開始。最後の一撃を使うとペットが範囲攻撃をしてから帰還する。帰還すると対応する予備笛アクションのリキャストタイマーが回り始める。予備笛のリキャストタイマーを無駄にしないようローテーションさせていくのが基本的な考え方。次、放つと借りる。ペットを呼び出すたびに放つと借りるのどっちか1回を使用可能。例えばプギルは借りると魔法遠隔攻撃を使える。放つは魔法非ダメージを軽減できる。戦闘の状況に応じて放つか借りるか決める。これを何度も行っていく。今回ボムと戦うのでクエリングウェーブを使う。ご覧の通り魔獣使いが遠隔攻撃できるようになる。で、最後の一撃を使ってスライムに入れ替える。スライムのアビリティを放つで使わせると敵を30秒バインドさせられる。なので遠隔攻撃と組み合わせて敵を一方的に攻撃ができる。ボムが自爆をし始めたのでコブラから借りるを選択。これで詠唱中断ができる。放つと借りるを使ってユニークな戦い方ができるのが魔獣使いの特徴。放つによるアビリティの数は50種類。借りるは8種類。なので様々なアクションを組み合わせて遊べる。最後に重心ウェポンスキルの説明。TP ゲージを消費して実行するスキル。魔獣使いとペットはそれぞれゲージを持っている。魔獣使い自身は4つの重心ウェポンスキルを使える。一方でペットは1種類のみ使える。これらの重心ウェポンスキルを7秒以内に使うと重心連携が発動し敵に追撃ダメージを与えられる。さらに重心ウェポンスキルには重心属性が設定されている。例えば緑には重心小以降同じ。これらを時計回りに回すとさらに大ダメージを与えられる。実際に実機を見ます。プギルのスクリュードライバーは重心属性剣。これを実行するとジョブハットが青く点灯する。青く点灯した状態で続いて茶色のやつを使うことで大ダメージを与えられた。成功するとここが白か黒に点灯する。ちなみに青で打っても重心連携は発動するがダメージは抑えめ。時計回りに打つと重心連携レベル2になる。時計回り以外で打つと重心連携レベル1。なのでなるべく重心連携レベル2を狙うのが大事。重心連携のもう一個のシステムを紹介。レベルが上がると気合と応援を習得する。気合は自分の TP を、応援はペットの TP を即座に増加させられるので、これらを使用すると重心技を3回4回使用できる。こうやって打っていくとジョブハットの下側に連続成功回数が表示される。重心技連携のダメージは成功回数に比例する。借りるや放つを使って特別な条件を整えると5回から7回へとつなげられる。説明終わります。皆さんついてこれてますか？イエス。すごい簡単な覚え方を伝える。一番簡単な覚え方、色で覚えること。このペットの技、青なのね、赤なのねっていうペットごとに使う技をまず色で覚えます。で、魔獣使い自身は4色の技、どれでも使えるので、ペットの色に応じて自分が使う色を切り替えてコンボをやるっていうだけです。ゲーム画面の右下にあるジョブハットを見ると、単純に時計回りに連携すればいいだけ。もう一つの覚え方はアイコンの図柄で覚える。魔獣使いのアクションは今登録しているのが全て、なのでパッドでも大丈夫。ジョブクエやるとこの辺丁寧に説明されるので安心してください。ジョブクエはいつもの5レベルオケじゃなくて遊びが増えるたびに丁寧に行われる。ここからは東獣連の説明。ジョブレベル30まで進めると解放される魔獣使い専用のソロバトルコンテンツ。東獣版というマグの中に入り込んで敵と戦って戦闘経験を積む。事前にペットを10から15体選んで採用にいるボスの討伐を目指す。魔獣使いレベル1から30までは世界各地でペットを仲間にするが、30以降は東獣連中心のゲームプレイ。東獣連の中でペットも経験値を得て、東獣連内で成長させていく。
く。ペットの経験値が一定値以上になるとペットのビーストランクがアップする。ビーストランクが上がると当10連内のペットの能力5種を強化できる。物理、魔法のよだめ、火だめ、あと最大 HP。当10連内ではペットに HP があって0になると戦闘不能になるということ。実機紹介。今回はネタバレ回避のためテスト用モーグリから突入。突入する当10番が表示されている。これを元に連れて行くペットを決める。各敵は弱点属性を持っている。ボスの情報を見ると突属性が弱点。なので突属性でフィルターすると2体のペットが突属性攻撃を持ってるみたいなので連れて行く。ボスの手前にいるエリートエネミーも見る。エリートエネミーは通常の敵よりもかなり強い。敵の5つのパラメータもざっくり見られる。魔法防御が低そうなので自分のペットを賢さでフィルター。最も賢さが高そうなやつを選んでいく。ご覧の通りかなり情報量が多いのでめんどくさい方もいると思う。そういう方のためにおすすめ自動編成機能もある。This is nice。これをベースに微調整するのもいいと思う。コンテンツに突入する。突入するとマス目のスタート地点に立ってる。一つ一つ進んでいって各マス目で発生するイベントをこなしつつ採用のボスを目指す。目の前に見えてるスライムみたいなアイコンはエネミーイベント。これに止まるとバトルが発生する。当10連では3体のペットを選んで戦う。消耗した HP は自然回復しない。なのでどのイベントでどのペットを使うのかが大事。敵に状態以上何が効くかも見られるのでそれを元に選ぶ。バトルマップ入ると予備笛に3体登録される。バトル開始前に当10連専用アクションの説明。引きつけろがペットが敵視を取ってくれる。挑発が魔獣使い自身が敵視を取る。HP 回復しないのでなるべくペットに敵視を取ってもらうのが重要。で、コブラから借りるをしていつでも詠唱中断ができるようにしておく。一度スキルを借りたらペットを変えてもいつでもスキルを使える点が大事。倒せた。今開いてる画面は戦利品画面。アイテムやお金を入手できる。どういうものなのかはやりながら説明する。次は分かれ道。左側のテントアイコンはテントイベント。魔獣使い自身と何体かのペットを回復させる。右奥の宝箱アイコンはトレジャーイベント。4つから1つ選んでアイテム入手可能。それとポーションで HP を回復する。ディープダンジョンの窓機のようなもの。もう一つの要素、ビーストギア。持ってるだけで効果を発揮する。身代わりの指輪というアイテムは魔獣使いが死んだ時に代わりにペットが犠牲になるもの。テントイベントに到着。休ませられるペットの数はテントイベント依存。敵が使うアクションも事前に見られる。例えばこのデッドリースラスト。単体物理攻撃で突属性で毒効果。慣れてきたらこれも戦略に使う。例えばブリンクの書というアイテムは物理効果を無効化するので、先ほど見たデッドリースラストは物理攻撃なのでこれを使う。戦闘中使いやすいようにホットバーに登録しておく。ちなみに範囲避けギミックもあったり、雑魚敵が途中でポップしたり結構歯応えがありそう。トレジャーイベント。4つの候補アイテムがランダムに表示されて1つ選べる。何を選ぶかの判断材料として既存アイテムとのシナジーで選んでもいいし、ここから先のエネミーイベントの情報を元に判断しても良い。ショップイベントはアイテムを購入可能。ショップでしか入手できないフィードというものがある。特定のペットに餌を与えることで強化できる。右側の枠は何個まで餌を食べきれるかの枠。この枠は当10連限定の満腹度というパラメーターで決定される。いっぱい食べられる四肢項は基本的な5つのパラメーターが他より低め。なので飯を食ってないと弱いということ。どの餌をどのペットに与えるのか考えるのが大事。フィードの中には食べられる種族が限定されているものもある。その分性能は高め。当10連攻略後のリザルト画面を説明。ラスボスを倒すか負けるかギブルとリザルトが表示される。進捗に応じてスコアが表示される。スコアランクが決定されて右下に表示される。今回もらえたやつはたくさん集めることで魔獣使いのジョブ専用装備を強化できる。ペットの経験値が計算されてペットのビーストランクが上がる。以上で当10連の説明を終える。当10連を繰り返し遊んでビーストランクを最大の25にするとペットの見た目が変更できる。色以外も変わるペットもいる。難しい難易度のやらなくても25には上げられる。全ステージコンプ後のチャレンジコンテンツ高難易度の獣道が解放される。1から3の3種類。今実機でやったのは獣道2です。ノーマルでやれよ。獣道は敵の HP と攻撃力が上がる。3はシナジー考え尽くさないとクリア不可。自分がそう紹介すると絶とか霊式のような凄まじいギミックバトルを想像するかもだが、この獣道はそういう方向性ではない。これまで絶や霊式やったことない人もチャレンジしてもらえれば。当10連はデータが基本的な戦術の全て。今までの高難易度のギミックベースとは違った面白さがあると思う。ぜひじっくり挑んでみてもらいたい。獣道3クリアでのアチーブメントやアイテム報酬もある。獣道3クリアした後のやり込み要素として当10連ランキングがある。獣道3の直近3回が記録されて全てのステージの合計ランクで競う。当10連ランキングの上位入賞者には特別な報酬が贈呈される。 PVP みたくシーズン制になってる。シーズン1は 7.56 から 7.58 まで。シーズンごとにリセット。説明は以上です。長い時間ありがとうございました。 100% ほぼ全て話したが、やり込んでいって身につくもんなので知らなくても遊んでいけるので、まずはジョブクエストやって進めていって、
東獣連はサイドコンテンツなんですが、凄まじいボリュームと新規性がある。ソロプレイなのでご自身のペースでプレイして、魔獣使いの一番カジュアルな遊び方は50体集めて連れ歩く。以上。それだけでもそもそも遊べるので、ステップバイステップで楽しんで、東獣連はオズマが全てのデータ一人で作ってるので、心ゆくまで遊んであげてください。ジョブシステムとコンテンツ両方作るのは初めてだったので本当に大変だった。でも一人で両方やるメリットもあって、それのおかげでシステムとコンテンツが絡み合って面白くなったと思うので、ぜひプレイして。ありがとうございました。ようやく以上です。私の感想はざっくりこちら。今後も忙しい皆さん向けにファイナルファンタジー14公式放送をざっくりまとめてお届けするので、役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おついえなし。